血を見るまで気づかなかったことありますか？最近こんなコメントをいただきました。体の感覚に気づきにくくて、血を見るまで怪我に気づかなかったり、病気もかなり悪化するまで気づかないことがあります。でも夢中な時はむしろ治りが早い気もしていて、これまであまり問題だと思っていませんでした。そしてこんな声もありました。病気に関する強い恐怖に襲われている時にこの動画を見ました。そうだったらどうしよう。違ってほしい。そんな思考から離れられず、離れようとするほど恐怖に飲み込まれていきました。一方は体の感覚に気づかない。もう一方は体の感覚に強く反応しすぎてしまう。まるで逆のように見えるこの二つの状態。でも実はどちらも意識が一箇所に偏っている状態です。同じ仕組みの中で起きています。私たちの脳は全てをそのまま感じているわけではありません。どこに意識を向けるかで世界の見え方が変わります。そしてここに大きな違いがあります。一つは外側に意識が向いている状態。この時体の感覚は後ろに下がります。痛みや違和感は優先度の低い情報になる。だから気づきにくくなります。ここで一つはっきり分けておきたいことがあります。前回の動画でお話しした生き延びることを最優先にする脳の状態とは、危険に備えて常に緊張し警戒している状態です。でも今回のケースは危険を感じているわけではなく、ただ意識が外側に強く偏っている状態、つまり体より外を優先しているだけと言えます。もう一つは体に意識が強く固定されている状態と言えます。この時体の小さな違和感が大きく感じられる。さらにそこに思考が重なると、もしかして大きな病気だったら感覚が恐怖に変わります。ここで大事なのは、問題は感じるか感じないかではない。意識がどこに固定されているか、そしてその捉え方です。意識はライトのようなものです。どこかを一箇所強く照らすと、それ以外は暗くなります。体を照らさなければ感覚は見えなくなり、体ばかりを照らし続けると小さな影まで大きく見える。では、どうすればいいのでしょう。それは意識をコントロールすることではありません。むしろ固定されていることに気づくこと。ここでよくある誤解があります。体の感覚に気づきにくいとき、もっと感じようとして強く意識を体に向けすぎると、かえってチェックする状態になってしまいます。例えば、何か異常がないか確かめるように体を見に行く。するとそれは感じるではなく監視することになります。ではどうすればいいのでしょう。やることはとてもシンプルです。体に軽く気づいておく。はっきり感じる必要はありません。呼吸の動き、重さ、触れてる感覚、なんとなくそこにあるとわかる程度でいい。そしてそれと同時に周りの音や空間も感じてみる。すると意識はどこか一箇所に固定されるのではなく、自然に広がっていきます。同様に体に意識が向きすぎているとき、よくある誤解は外に意識を向けなければいけないと思ってしまうことです。でも実はそうではありません。必要なのは切り替えることではなく、含めることです。
体の感覚をやめるのではなく、体の感覚に加えて、周りの音や空間も同時に感じてみる。すると、それまで一点に集まっていた意識が、ふーっと力が抜けて、一つに縛られていた境界が緩んでいくように、周りにも同時に気づけるようになります。何かを変えたわけではなく、もともとあったものに気づくだけです。ここで一つだけ大切なポイントを補足します。大切なのは、体に集中することでも、外に逃げることでもなく、どちらも同時にあっていいということです。感じようとしなくても、すでに感じているものはあります。今この瞬間、呼吸を感じながら、同時に周りの音を3つ拾ってみてください。遠くの音、近くの音、かすかな音。そして体の感覚もそのまま残しておく。すると意識は一つの場所に固定されるのではなく、視野が滲むように広がり、ここだけだった感覚が全体にほどけていきます。一点を見張る状態から空間全体に開かれた状態へ。感じない時も、怖くなりすぎる時も起きていることは同じです。意識が一つの場所にとどまっている。そして少しだけ広げると、体の感覚はただの感覚に戻っていきます。外に逃げる必要はありません。内に閉じこもる必要もありません。どちらも同時にあっていい。もしかすると問題は感覚そのものではなく、その意識の向け方だったのかもしれません。もしよければ、あなたはどちらに近いですか？コメントで教えてください。